はい、皆さんこんにちは。今回のご紹介はですね、私自身が気になっていることでもありますが、国内最強ワゴンとドイツ車についてちょっと話してみたいと思います。それでは行きましょう。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きサラリーマンのタコーンです。今回のご紹介は国内最強のスポーツワゴンであるレボーグの 2.4 リッターターボモデルに高速試乗してきました。その時に感じたレボーグの STI スポーツ R の完成度と競合となってくるであろうドイツのライバル BMW3 シリーズのツーリングやアウディ A4 アバント、そしてメルセデスの C クラスワゴンといった強力なライバルと比較して実際どうだったのかというのをご紹介していきたいと思います。私はこれまで国産輸入車含めて70種類以上試乗見学しておりますけれども、そういった観点からもこのスバルのレボーグという国内のステーションワゴンで貴重なスポーツワゴンと言えるものがドイツのライバルに対して私の目から見てですけれども、どういった立ち位置、どういった走行性能、フィーリングになっているかというのを実際に各車種に乗ってきたことを踏まえてちょっとレビューしてみたいと思います。これからですね、高速に乗って 2.4 リッターのレボーグの感触を確かめてみたいと思いますけれども、まず 1.8 リッターとの違いも気になりますよね。前 1.8 リッターも乗ったことありますが、低速時ではそんなに違いは感じないなというのが正直なところですが、このように少しずつ踏み込んでいった時のやはり力の出方というのは違いを感じられますね。もうこの速度域でも分かります。そして踏み込んでいった時の力の出方、トルクの盛り上がり感、これはですね、乗れば分かると思いますが明らかに違いますね。スペックとしては 1.8 リッターの VN5 が177馬力の300ニュートンメートルということですが、この 2.4 リッターになってくると出力として275馬力375ニュートンメートルを発揮ということで、力にすると約100馬力ほど違ってきて、トルクも75ニュートンメートル違うということで、スペック上でもやっぱり差があるなというのが分かりますが、このように実際走らせてみるとやはり 1.8 リッターでも十分トルクが増した分運転しやすいですし、加速はいいんですけれども、やはり高速での伸びや力の出方は 2.4 リッターの VNH の方が当然ですけども明らかに上だと言えますね。そしてもう一つ 2.4 リッターになった時の違いとしてはトランスミッションが違いますよね。普通はリニアトロニックですけれども、基本的にはリニアトロニックなんですけれども、 2.4 リッターになるとスバルパフォーマンストランスミッションという名前に変わって仕上げが違うということで、こちらですね、普段乗りではなかなか違いを感じられないかもしれないですけれども、1.8 リッターと乗り比べたのをよくよく思い出してみると、踏んだ時のレスポンスやもたつき感というのがさらになくなっているのが私は感じられました。なのでやはり 2.4 リッターはよりスポーツモデルだということで、そうなってくるとですね、価格や乗り味含めてドイツ車にさらに近くなってくるというのが感じられますね。そしてスバルのレボーグ 2.4 リッター、STI スポーツ R のグレードになるとですね、価格がかなり高いということもありますね。車両本体でいうと STI スポーツ R の EX グレードになると477万円からということで、乗り出しで500万円は確実に超えてくる価格帯になってきます。そうしてきますと、やはりドイツ車 BMW の3シリーズやアウディの A4、そしてよりラグジュアリーを求める方であればメルセデス・ベンツの C クラスワゴンも少し気になってきてしまう価格帯ですよね。そうしてきた時に、じゃあ乗り味やどうなのっていう話にやっぱりなってくると思いますし、
実際にスバルの営業の方にお話を聞いてみると、レボーグの 2.4 リッターを検討している方はその、レボーグの 2.4 リッターの指名買いか、もしくは同一車と悩んでいるよという話がかなり多くなっているというふうに聞きます。私自身も BMW の3シリーズ乗っている時に、やはりレボーグの 2.4 リッターが出たら、気になるなというのがありますね。当然レガシーツーリングワゴンやレボーグ、初代モデル乗っていたこともあって、国産の、スポーツワゴン、ハイパワーワゴンというのはやはりこれまでも、気になっているところですし、選ぶんだったらもうスバルしかないなというのがありますので、スバルがこうしてレボーグで 2.4 リッターを出してくれたことは、非常に嬉しいですよね。でですね、ここでドイツ車と実際に比較してみたいと思いますけれども、まずよく話に上がってくるであろう BMW とアウディで話をしてみたいと思います。で BMW としては3シリーズのツーリング 320iM スポーツ、そしてアウディはアウディ A4 の 35TFSI S ラインで検討してみたいと思います。 320i ツーリング M スポーツでスペックは184馬力の 300Nm ということになっています。価格については車両本体で689万円と、さすがに値段上がるなというのはありますけれども、スペック的にはむしろレボーグ 2.4 の方が優れているかなと思います。またですね、アウディの A4 アバント 35TFSI についてはスペックはですね150馬力の 270Nm というスペックになっています。駆動方式は BMW が FR なのに対してアウディのこのモデルは FF になっていますね。そして価格でいうと 35TFSI S ラインで617万円ということになっています。ここで皆さんお気づきだと思いますけれども、非常に悩ましい状態になっていますよね。価格だけで見たときにやはりドイツのプレミアムブランド BMW やアウディについては600万円台を超えてきているというところですけれども、スペックでいうと 2.4 リッターのレボーグの方がかなり上だということで、275馬力の、370Nm という話になっていますが、 BMW にしてもアウディにしても200馬力届かないぐらいのスペックになっていますね。ここら辺でちぐはぐが生まれているというのは否めないと思います。 BMW にしてもアウディにしてもさらに上位モデルというのがあって、例えばちょうどいいスペックアウディ A4 アバント 45TFSI クワトロというのがありますが、こちらスペックでいうとちょうどですね265馬力の 370Nm、 そして4駆のクワトロということでガチでレボーグの 2.4 リッターとぶつかってくるんですけれども、車両本体価格がですね685万円になってしまうんですよね。こうなってくると価格でちょっとレボーグの 2.4 リッターの良さが突出してしまうということがありますので、なかなかレボーグの 2.4 リッターの立ち位置って絶妙だなというのが価格面から言えると思います。ここについてはいろいろ皆さんご意見もあると思いますので、よろしければコメントなどでお考えを教えてください。そして重要な乗り味ですとか出来栄えどうなんだよって話をしたいと思います。どちらの車種、どの車種にしても私試乗したことがありますので、率直な感想を言いたいと思いますけれども、これはもうズバリ結論を言いますと、レボーグの 2.4 リッターの出来はかなりいいです。かなりいいと思いました。スペック、価格面でも比較するとメリット出るんですけれども、スペックにしても乗り味、変速のフィーリングにしてもかなりレベルが上がっているので、レボーグの 2.4 リッターであればもう非常に満足できるというのがあると思います。対してですね、まだまだドイツ車が勝っているなと、BMW、アウディなどが勝っているなということについては、やはりエクステリアのデザインやインテリアのデザインの好き好きだと思いますし、あと変速ですね。ここがやはり BMW の、ZF が
ZF も採用しているスポーツ8速 AT というところ、またアウディは7速 DCT とデュアルクラッチトランスミッションということで、かなりダイレクト感のあるトランスミッションになっているので、変速の気持ちよさは正直 BMW であったりアウディが優れているなと思います。そしてもう一つドイツ車が上回っているということは静粛性ですね。これは乗っていてかなり感じられました。やはり BMW にしてもアウディにしても、スバルのレボーグより一つレベルが上だなというのがありますが、違いというとそこになってくるのかなと思いますので、いやいや価格だよ、性能だよ、そしてスバルのシンメトリカル AWD の水平対向4気筒のターボで行くぜという方においては、レボーグ 2.4 リッターの国内最強のスポーツワゴンが間違いない一つの答えじゃないかなと言えるなと私は3台乗り比べて思いました。はい、ということで今回は国内最強のスポーツワゴンとドイツ車の立ち位置について少しお話ししてみました。今回もご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さん良いカーライフを。